それでも彼女は無実を訴え続けた。無罪の根拠となったのは DNA 鑑定だった。2010年1月、日本の大阪で始まったある女性の16年間の物語だ。法廷の扉が開いた瞬間、静まり返った傍聴席にただ一人の女性の泣き声だけが響いた。彼女の名は田中舞子。年齢はすでに50代になっていた。裁判長が静かに言い渡した被告人を無罪とする。その言葉が耳に届いた瞬間、舞子の膝が崩れた。支えに駆け寄った弁護士の腕にしがみつき、彼女はただ声もなく泣き続けた。16年分の涙だった。拘置所の冷たい壁、季節が変わるたびに遠ざかっていく外の世界、信じてくれる人間はほとんどいなかった。それでも彼女は無実を訴え続けた。無罪の根拠となったのは DNA 鑑定だった。被害者の爪に残された微細な皮膚組織、最新技術による再鑑定が16年越しに真実を明らかにしたのだ。凶器に残されていた指紋も舞子のものとは一致しなかった。しかし法廷の外で待っていたのは祝福ではなかった。記者たちのカメラが一斉に向けられる中、彼女はある事実を告げられた。夫はすでに別の女性と再婚していた。しかも相手はかつて夫と不倫関係にあったとされる女性だった。連絡を試みた舞子に対して元はこう言い放ったという。あなたはもう死んだ人間だ。その言葉は16年間の投獄よりも深く彼女の心を刺した。慰謝料の請求にも元は応じなかった。弁護士を通じた交渉も全て拒絶された。彼はまるで舞子という人間の存在そのものをこの世界から消し去ろうとしているかのようだった。自由を取り戻したはずなのに、舞子には帰る場所がなかった。待っていてくれる家族もなかった。無罪判決は新たな孤独の始まりでもあった。だが、物語はここでは終わらない。この法廷から10年後、思いもよらない場所から全てが動き出す。それは、ごく平凡な、ある日常の一コマから始まった出来事だった。2026年の春、大阪の片隅に、一枚の無罪判決書が静かに舞い降りた。だが、その紙切れ一枚が取り戻すには、あまりにも多くのものが失われすぎていた。16年という歳月、青春、家族、そして自分自身への信頼。話は全てが壊れる前に戻る。2009年の大阪、田中舞子はどこにでもいるようなごく普通の女性だった。年齢は32歳。結婚して5年が経ち、夫の陽介と2人で小さなマンションに暮らしていた。子供はまだいなかったが、いつかは家族を増やしたいと2人で話し合っていた時期もあった。舞子の仕事は地元の調剤薬局での薬剤師補助だった。白衣を着てカウンター越しに患者と向き合う毎日。覚えることは多く、給料は決して高くはなかった。それでも彼女はその仕事が好きだった。困っている人の役に立てる、それだけで十分だと心から思っていた。朝は6時半に起きる。陽介のために味噌汁を作り、弁当を詰めて自分も身支度を整える。電車に揺られて30分。薬局に着けば笑顔で「おはようございます」という。そんな繰り返しの中に舞子は小さな幸せを見つけていた。休日には近所の商店街を2人で歩いた。たこ焼きを頬張りながら他愛のない話をした。陽介は口数が少なかったが、舞子はそれを穏やかな人柄だと思っていた。まさかその沈黙の裏に別の顔が隠されているとは思いもしなかった。舞子には夢があった。いつか薬剤師の資格を正式に取得して自分の名前で患者と向き合いたい。そのために夜間の通信講座にも申し込んでいた。勉強は苦しかったが、未来を想像すると胸が温かくなった。あの頃の舞子は疑うことを知らなかった。人を信じることが自分の強さだと思っていた。だが現実はその純粋さそのものを狂気に変えてしまう。2010年の秋、舞子の日常は突然音を立てて崩れ落ちる。2010年10月、大阪市内のあるマンションで一人の女性の遺体が発見された。被害者の名前は桐島由里、31歳。会社員として働く一見ごく普通の女性だった。しかし彼女にはある秘密があった。舞子の夫健一と
長期にわたる不倫関係を続けていたのだ。舞子がその事実を知ったのは、事件のわずか1週間前のことだった。夫のスマートフォンに残されたメッセージ、消し忘れた一行が、全てを暴いた。問い詰めた夜、健一は否定しなかった。むしろ開き直るように、静かに言った。もう気持ちは終わっている。と、舞子は泣いた。怒った。それでも、家庭を守ろうとした。幼い娘のために、もう一度やり直せると信じようとした。だが運命は、残酷な形で動き始めていた。ゆりの遺体が発見されたのは、その翌週の月曜日の朝だった。首には絞められた後、室内に争った痕跡、そして現場には、わずかではあったが、舞子の名前が書かれた領収書が1枚、落ちていた。捜査員たちの視線は、すぐに舞子へと向いた。動機は明確だった。不倫相手への憎しみ、嫉妬、裏切られた怒り、人間の感情として、誰もが理解できる動機が、そこには揃っていた。舞子にはアリバイがなかった。事件当夜、彼女は一人で自宅にいたと主張した。しかし証明できる人間は、誰もいなかった。夫の健一は、その夜は、外出していた、と証言した。どこへ、誰と、なぜ、その答えは、曖昧なまま記録に残った。さらに捜査が進む中で、舞子が被害者のマンション近くを歩いていたという目撃証言が浮上した。防犯カメラの映像は不鮮明だった。しかし捜査員たちは、その映像の人物が舞子だと断定した。状況証拠が積み重なるにつれ、舞子の逃げ場は消えていった。弁護士は言った。否定し続けるしかない。と、しかし舞子自身も気づいていた。この流れは、もう止まらないかもしれない。と、信じることが強さだと思っていた女性が、その信じる力ごと、深い闇の底へと引きずり込まれていく。逮捕の瞬間、舞子は何を思ったのか、そして法廷という名の戦場で、彼女を待ち受けていたものとは何だったのか。逮捕の朝は、静かだった。舞子の自宅のドアを、複数の刑事が叩いた。令状を手に、無表情のまま立つ男たちの姿。舞子は抵抗しなかった。声も上げなかった。ただ、震える手でコートを羽織り、外へ出た。近所の視線が、背中に刺さった。大阪府警の取調室は、狭く、冷たかった。蛍光灯の白い光が、容赦なく顔を照らす。刑事たちは交代で入れ替わり、同じ質問を繰り返した。なぜ殺したのか、計画的だったのか、凶器はどこに隠した。舞子は首を振り続けた。やっていない。と、しかし、調べは止まらなかった。検察が積み上げた状況証拠は、表面上は整然としていた。被害者との接点、現場周辺での目撃証言、そして、夫の不倫を知っていたという動機、どれも単体では弱い。だが、並べれば一本の線になる。検察はその線を、陪審の前に丁寧に提示した。弁護士は必死に反論した。物的証拠がない。目撃証言には矛盾がある。動機だけで人を裁くことはできない。と、それでも、流れは変わらなかった。後半は、長く続いた。何度も期日が設けられ、その度に傍聴席が埋まった。メディアは舞子の表情を追い続けた。冷静すぎる。感情がない。という言葉が、いつの間にか彼女の印象として定着していった。泣かないことが、罪になった。判決の日、裁判長の声は淡々としていた。被告人を懲役16年に処する。舞子は目を閉じた。涙は出なかった。出せなかったのかもしれない。後に明らかになることだが、この裁判には深刻な問題があった。現場に残されていた DNA 資料の一部が、適切に保管されていなかった。鑑定手続きにも、記録上の不整合が存在していた。しかし当時、それを指摘する声は、ほとんど届かなかった。真実は、書類の奥深くに眠っていた。舞子が収監された日、夫は法廷にいなかった。連絡もなかった。ただ一通の書面だけが、後日届いた。離婚届だった。16年という時間が、今始まろうとしていた。鉄格子の向こうで、舞子は何を見て、何を信じ、どうやって自分を保ち続けたのか。舞子が収監されたのは、2月の終わりだった。大阪拘置所の廊下は、冷たかった。足音が、石の壁に反響した。扉が閉まる音は、重く、
低く、長く続いた。その瞬間から、彼女の時間は止まった。最初の夜、舞子は眠れなかった。天井を見つめながら、ただ呼吸をした。涙も出なかった。感情が、どこかに消えていた。翌朝、隣の房から声が聞こえた。誰かが泣いていた。それを聞いて、初めて自分も泣けた。刑務所の一日は、規則で動く。起床、点呼、食事、作業、就寝、それが毎日、繰り返される。感情を持つ余地が、ほとんどない。舞子はそこに、静かに溶け込んでいった。IMG、薄暗い独房。小さな窓から差し込む光が、床に細い線を描いている。作業は、縫製だった。毎日、同じ動きを繰り返す。針を通す。糸を引く。また針を通す。考える必要がない作業が、逆に頭を空っぽにした。最初の1年は、ただ耐えた。2年目、舞子は獄中で手紙を書き始めた。誰かに送るためではなかった。自分自身に宛てた言葉だった。私は何もしていない。それだけは、絶対に忘れない。そう書いた夜だけ、少し眠れた。面会に来る人間は、ほとんどいなかった。母親が年に一度、訪ねてきた。老いていく母の顔を見るたびに、舞子の胸は締め付けられた。ごめんね、と母は言った。舞子は首を横に振った。謝るべきは、自分ではない。夫から、連絡は来なかった。離婚届が届いた日、舞子は1時間、動けなかった。それ以降、彼の名前を頭の中から消そうとした。しかし消えなかった。5年目を過ぎた頃、何かが変わった。絶望が、静かな怒りに変わっていた。怒りは、エネルギーだった。舞子は法律の本を読み始めた。独学で、判例を調べた。証拠という言葉の意味を、自分の手で掘り下げた。いつか、必ず終わる。それだけを、信じた。16年という時間は、人間を壊すこともできる。しかし舞子を壊すことは、できなかった。彼女が信じ続けたその日は、遠くで、確かに近づいていた。そしてその日を、信じ続けた人間が、舞子の外にも存在していた。舞子の外にも、信じ続けた人間がいた。まず、母だった。70を過ぎても、母は毎月面会に通い続けた。雨の日も、台風の日も、体が言うことを聞かない日も、面会室のガラス越しに、母はいつも同じ言葉を繰り返した。あなたは悪くない。絶対に、悪くない。その言葉だけが、舞子の根を腐らせなかった。弁護士の名は、田中誠一郎といった、国選弁護人ではなく、自ら進んでこの案件に関わることを選んだ人物だった。彼は当初、知人を通じてこの事件を知った。調べれば調べるほど、違和感が積み重なった。現場に残された血痕の分布、被告人の体格と、凶器の角度が合わない、証言の矛盾、そして何より、決定的な物証がないまま有罪とされた経緯。田中は自費で資料を集め始めた。事務所の同僚には、採算が合わないと言われた。それでも、彼は止まらなかった。これは法律の問題じゃない。人間の問題だ。彼はそう言って、分厚いファイルを机に積み上げた。市民団体も動いていた。冤罪被害者支援の会、という小さな組織が、舞子の事件を取り上げた。会員数は多くない。資金も潤沢ではない。しかし、彼らは地道にビラを配り、署名を集め、議員への陳情を繰り返した。メディアに何度も売り込んだが、最初の数年は相手にされなかった。それでも、やめなかった。声を上げ続けることが、いつか壁を動かすと信じていたからだ。そして2025年、転機が訪れた。支援の会の一人が、ある法医学者とつながった。最新の DNA 鑑定技術を専門とする研究者だった。彼女は事件当時の証拠品を再分析することを提案した。古い資料、保管状態が悪いとされていたもの。しかし技術は、16年で飛躍的に進歩していた。田中弁護士は即座に動いた。再審請求の申立書を書き直した。今度は、新しい根拠を携えて、舞子はその知らせを、独房の中で受け取った。手紙の文字を、何度も読み返した。諦めなかった人間たちが、ついに扉の前に立っていた。新しい証拠が、動き始めようとしていた。新しい証拠が、
動き始めようとしていた。2026年春、再審請求の申立書が大阪地方裁判所に正式に提出された。田中弁護士が携えた新たな根拠はたった1枚の書類ではなかった。それは16年という時間が積み重ねた沈黙の叫びだった。再分析の対象となったのは事件当日、現場に残されていた微細な血痕だった。当初の鑑定では保管状態が悪いとして証拠能力を否定されたものだ。しかし現代の DNA 解析技術はかつての常識を根底から覆していた。わずか数ナノグラムの資料からでも個人を特定できる時代になっていたのだ。国立科学捜査研究所の専門チームが3ヶ月にわたって慎重に分析を進めた。結果は衝撃的だった。検出された DNA プロファイルは舞子のものと一致しなかった。それだけではない。データベースとの照合で別の人物の遺伝情報と高い確率で一致することが判明したのだ。田中弁護士の手が報告書を持ったまま震えた。これが全ての始まりだった。同時期、もう一つの糸が引かれていた。匿名の封筒が弁護士事務所に届いた。差出人の名前はなかった。中には手書きのメモが1枚入っていた。あの夜、私は見ていた。ずっと言えなかった。その一文だけだった。しかし、添えられた電話番号があった。田中弁護士はすぐに連絡を取った。電話口に出たのは60代の女性だった。声は小さく、震えていた。彼女は言った。16年間、怖くて言えなかった。でも、もう限界です。と、女性は事件当夜、現場近くに住んでいた元住民だった。彼女は、ある男性の姿を目撃していたと語った。舞子の夫、健一の姿を。時刻は、犯行推定時刻とぴたりと重なっていた。当時、彼女は警察に伝えようとした。しかし、担当刑事にこう言われたという余計なことを話すと、あなたも面倒なことになる。と、その一言が、16年間、彼女の口を封じ続けていたのだ。田中弁護士は記録を精査した。当時の捜査報告書に、この目撃情報は一切記載されていなかった。意図的に消されていた可能性があった。証拠は揃い始めていた。DNA、目撃証言、そして捜査の歪み、扉は確かに開こうとしていた。次は、法廷がその扉を完全に打ち破る番だった。田中弁護士は、すぐに動いた。集めた証拠を一つ一つ、丁寧に整理し始めた。DNA の鑑定結果、当時の捜査報告書に記載されていなかった目撃証言、そして捜査そのものが歪められていた可能性を示す複数の矛盾点。これだけの材料が揃えば、再審請求には十分だった。2025年1月、大阪地方裁判所に正式な再審請求書が提出された。しかし、法廷とは残酷な場所でもある。証拠があっても、すぐに扉が開くとは限らない。検察側は当初、再審の必要性を認めなかった。16年前の有罪判決を守ろうとするように、次々と反論を繰り出してきた。それでも田中弁護士は諦めなかった。特に注目したのは、現場に残っていた血痕から採取された DNA だった。当時の鑑定では技術的な限界から詳細な分析ができなかったとされていたが、現代の技術を使えば話は別だった。再鑑定の結果は明白だった。その DNA は明らかに別人のものだった。法廷の空気が変わり始めたのは3回目の審理の日だった。弁護側が新たな証人を呼んだ。事件当夜、現場付近で不審な人物を目撃していた老人だった。当時、警察の聴取に対してその人物の特徴を詳しく話したにもかかわらず、その証言は記録から完全に消えていた。老人は静かに、しかし確かな口調で語った。私は嘘をついたことは一度もない。と、傍聴席がざわめいた。そして決定的な瞬間が訪れた。検察が保管していた当時の証拠品の中から、見落とされていた一枚の写真が発見された。現場の床に残された靴跡だった。その靴のサイズは27センチ。被告の女性の足のサイズは22センチだった。裁判長は静かに書類を手に取った。長い沈黙があった。2025年11月14日、
大阪地方裁判所は再審開始を正式に決定した。16年越しの扉がついに開いた。しかし、この勝利の直後に待ち受けていたものは、彼女が最も予想していなかった言葉だった。無罪が確定したその日、法廷の外で元夫が静かにこう告げたのだという。あなたはもう、死んだ人間だ。と、無罪、その2文字が確定した瞬間、彼女の足は動かなかった。16年間、ずっと待ち続けた言葉だった。しかし、喜びよりも先に来たのは、深い静寂だった。法廷の冷たい空気の中で、彼女はただ立ち尽くしていた。釈放の日、空は曇っていた。刑務所の門が開いた。外の世界は変わっていた。街の景色も、人々の服も、手の中のスマートフォンも、何もかもが見知らぬものになっていた。彼女が知っている世界は、もうどこにもなかった。国から支払われた保証金は、約3000万円だった。一見、大きな金額に思える。しかし、16年という時間は、お金では買い戻せない。20代の終わりから40代の半ばまで、結婚も子育ても友人との時間も全てが奪われた。保証金は喪失の証明にはなっても、喪失そのものを埋めることはできなかった。彼女は支援団体の助けを借りて、小さなアパートを借りた。最初の夜、電気をつけたまま眠った。刑務所では、電気は自分でつけられなかった。スイッチ一つが自由の証明だった。しかし、眠れなかった。天井を見つめながら、彼女は何度も同じことを考えた。なぜ、あの人はあんなことを言ったのか。と、あなたはもう、死んだ人間だ。元夫のその言葉は、無罪判決よりも長く、彼女の胸に刺さり続けた。彼はすでに再婚していた。新しい家庭があった。新しい名前で、新しい人生を歩んでいた。そして彼女の存在を、まるで消し去るように、慰謝料の請求も拒否した。法的には無実が証明されても、彼にとって彼女は、存在してはならない人間、だったのだ。トラウマは、目に見えない形で残り続ける。彼女は週に一度、カウンセリングに通い始めた。言葉を出すことが難しかった。何が辛いのか、何を起こっているのか、自分でも整理できなかった。長い年月の中で、感情を表現することそのものを忘れていた。それでも、彼女は前を向こうとしていた。小さな花屋でアルバイトを始めた。毎朝、花に水をやりながら、今日という日がある、ということを確かめた。変わったこと、変わらなかったこと、どちらも抱えながら、彼女の新しい人生は、静かに、ゆっくりと始まろうとしていた。そして、その歩みの先に、誰も予想していなかった最後の章が待っていた。誰も予想していなかったあの長い裁判が終わり、無罪の判決が下りた日から、さらに10年という時間が流れた。彼女は小さな花屋で、静かに日々を重ねていた。怒りでも、悲しみでもなく、ただ、生きることを選び続けながら、その頃、元の現在の妻が、古い段ボール箱の中から一冊のファイルを見つけた。色あせた紙の束。日付は2010年。そこには事件の記録がすべて残されていた。彼女は夫に問いただした。夫は黙った。沈黙は答えだった。現在の妻は弁護士に相談し、その記録を持って彼女の元を訪ねた。赤の他人が真実を手渡しに来た。それは法律でも正義でもなく、ただ一人の人間がもう一人の人間に向けた小さな誠実さだった。IMG。色あせた書類の束を前に、ためらいながら扉をノックする女性の手。2026年の春、元は民事訴訟で敗訴した。慰謝料の支払いが命じられた。けれど、彼女が本当に求めていたものは、お金ではなかった。あなたはもう死んだ人間だ。と、彼は言った。でも、彼女は生きていた。花に水をやり、朝の光を浴び、誰かの笑顔にそっと微笑み返していた。それが最も静かな、最も力強い反論だった。失われた16年は誰にも返せない。裁判所も国も元もあの時間を取り戻すことはできない。それでも人は前に進む。あなたに問いかけたい。もしあなたの隣に
声を奪われたまま生きている人がいたとしたら、あなたは気づけるだろうか。そして、その人のために一歩だけ踏み出せるだろうか。正義は法廷だけで生まれるものではない。時に、それは一枚の古い紙と一人の勇気ある人間の手から始まるのかもしれない。